エンター。こんにちは、入り口です。今日の授業は N4 の文法、手置く。将来のために準備しておくという表現です。日本人が会社で断るときに一番使う言葉、やめときます。デートの定番フレーズ、席取っといて。席取っとくね。はい。N4 の文法、手置く。将来のために今準備する、対策する。保持する、キープするという意味でも使います。後で困らないように今準備をする。この状態をキープするという時に使います。明日の会議の資料準備しておきます。このまま置いておいてください。日常会話で使うときは、手置くではなくて、解く。この手置く、手置く、解く、解く、解くっていうことで、省略されて解く、しとくになります。ドアを閉めておきますは、口語、タメ口だと、ドア閉めとくね。です。そのままにしておいてくださいは、そのままにしといてになります。ただ、注意点は、これからやることです。明日の会議の準備しておきますは、これから準備に入るということで、もし今すでに仕事中なら、今明日の会議の準備してます。で、そのまま現在形で大丈夫です。例えば、これから5時間ぐらい仕事がある人に対して、なんか食べればじゃなくて、なんか食べとけばっていうと、これからの仕事に備えてっていう意味を含めることができます。デートでよく使う表現。日本人がデートで使う定番フレーズがあります。それが、席取っといてと、席取っとくねです。日本にはフードコートといって、席がたくさん用意されてて、周りにいろんなお店が出店されているという形式の場所が多いです。そんな時に、席取っとくねって言うと、先にご飯買ってきなよ。場所見てあげるから、場所は確保してあげるから、よく使うシチュエーションですね。あとは、ファーストフード店とかで、例えば1階にレジがあって2階に席がある場合に、1階で私が注文してるから2階で席を取っておいてって相手に指示するときに、席取っといてって、私が注文しておくから、みたいなシチュエーションもよくあります。デートって言ったんですけど、友達に対してもよく使いますね。そして日本人が断る時の定番フレーズ、やめときます。その後の将来のこととか、いろんな状況を考えてやめるという選択を選びます。っていうことなんですけど、要するに婉曲表現です。この授業では何度も登場している婉曲表現。遠回しに拒否できるので、丁寧な断り方になります。お酒飲みに行かないって上司に誘われた時に、すいません、今日はやめておきます。って言うと、明日予定があるから今日はお酒飲んじゃいけないのかなとか、そういう将来のためのニュアンスを含めることができるので、今日はいけないですって直接言うよりも、今日はやめておきますって言うと、婉曲表現になって丁寧になります。なので、このやめときますっていうフレーズは会社ではめちゃくちゃよく使います。それでは例文を挙げるので、シャドーイングに挑戦してみてください。例文スタート。ホテル予約しとくね。ちゃんと勉強しといた方がいいよ。英語やっとかないと。いや、今はお金貯めといた方がいいんじゃない？明日朝早いんでやめときます。はい、ということで今日はしておく、しとくでした。将来のために今何か準備しようという意味なので、逆に将来日本に住みたいので今日本語勉強してますみたいに、はっきり将来の予定を言うときは、日本語勉強してますで大丈夫です。将来のために今何かを準備するという表現なので、すでに将来に向けて準備していることには使えません。なので日常会話でしとくっていう表現はそこまでよく使う表現ではないんですけど、特にやめときますっていう表現だけでも覚えていてほしいです。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。